機以上兵器振り切れます。敵化外データ解析に振ろう。爆発するぞ。装備充実する。これうわー CS 艦前期土台にセットかかります。ダメだ、アニクス増数が2されたい。戦艦ヤマトだ。空間が歪み、巨大な船が原始出しました。信じられませんが、船の構造から見て戦艦ヤマトと思われます。番組の途中ですが、ニュース速報をお伝えします。先ほど豊後水道沖の日本領海内で国籍不明の巨大な艦艇が発見されました。現在現地の映像が入ってきています。ご覧ください。海上自衛隊の護衛艦と海上保安庁の巡視船に挟まれるように停泊しているのに、激しく損傷した旧世代の軍艦と思われます。防衛省関係者によりますと、その艦影や特徴的な構造物は太平洋戦争当時の戦艦ヤマトに極めて酷先ほど持ち回りの閣議決定を経まして、政府としての第一項を発表いたします。速報です。本日未明、豊後水道の沖合に出現した国籍不明の艦艇について、政府は先ほど昭和20年に沈没した戦艦ヤマトである可能性が極めて高いと発表しました。防衛省によりますと、当該艦艇は現在広島県の海上自衛隊呉基地に向けて並行されています。防衛省及び専門家による現地調査の結果、太平洋戦争中に沈没したとされる大日本帝国海軍の戦艦ヤマトである可能性が極めて高いということです。この前代未聞の事態を受け、政府は特例の超法規的措置として対応に当たります。当該艦艇を重要文化財、そして危険物に指定し、自衛隊の厳重な管理下に置く方針です。また現在、周辺海域及び呉市の一部地域に対し、災害対策基本法に基づく避難指示を発令する準備が進められています。対象地域にお住まいの方、また周辺にいらっしゃる方は、決して現場や海難付近には近づかないでください。落ち着いて政府や自治体からの今後の続報をお待ちください。おはようございます。戦艦ヤマトの突然の帰還から一夜が明けました。現場の呉市では一目その姿を見ようと県外から多くの人が押し寄せ、大混乱となっています。はい、こちら呉市です。現在呉市内の道路は完全に麻痺しています。警察方が交通整理に追われています。いやー、信じられないですよね。ヤマトが戻ってくるなんて。大阪から車飛ばしてきました。一生に一度あるかないかですからね。ほら見て、やばくない？本物のヤマトだよ。いやもう迷惑ですよ。救急車も通れないし、ゴミは捨てるし、正直早く何とかしてほしいです。アメリカ政府は日本政府に対し情報の透明性を求めています。また必要であれば調査チームを派遣し、技術的な支援を行う用意があると伝えたということです。中国政府報道官は、日本に現れた軍国主義の象徴、
我々はこの不可解な現象が地域の安定を脅かすことのないよう注視していると語りました。各国受信ヤマトに関する言わせが殺到しています。管轄外だ。大野美咲を深海艦艇手配完了。ヤマトがなどに急ぎます。アメリカが第7艦隊を向かせている事実上の脅しだ。あの船を他国に渡してはなりません。しかし呉のドックは大穴を理由に入居を拒否しています。理屈はいい。奪われる前に何としてでもドックへ隠せ。これより左舷甲板の損傷調査を開始する。総監、艦内には誰もいません。弾薬庫は完全に空。機関室は異常なほど完璧に手入れされた状態です。総監、艦長室にメッセージとのり付けされた封筒が残されています。争いのない未来へ。だから武装を解除していたのか。その封筒は厳重に回収し、防衛省の連絡官にも民間にも絶対に漏らすな。呉基地沖に突如出現した謎の巨大戦艦について、防衛省は先ほど船体の調査が極めて難航していることを明らかにしました。出現から間もなく1週間となりますが、1週間もあそこに縛り付けられとるんか。海上自衛隊の艦艇調査の結果、不憫でならん。船底の形状が親父が命がけで残したもんじゃ。今こそ大和のために使ってくれ。せーの。ドック入居は保留だ。大和の正確な船底図面がないんだぞ。潜水調査でもデータと誤差が出てる。アメリカが探りを入れてる。今夜中にドックへ。不可能です。内部図面なしに海水を抜けば船体がへし折れます。聞いたか。バンギを間違えりゃドックごと木っ端みじんなんだよ。しかし入居させねば全容解明も維持もできんのだぞ。失礼します。地元の住民から通報があった。大和の図面回収してきました。すげえ。これならいける。この生き残ったフレームの下にバンギを配置すれば船体が折れるのを防げるぞ。おお、なんとかなるのか。ああ、完璧なバンギを組んでやる。アメリカに邪魔される前に大和のドック入りを決行するぞ。よし。これより大将艦の緊急入居作戦を本格的に開始する。完璧な図面です。完璧な図面なのだが、総監気づきましたか。ああ、まさかな。坊野岬沖の調査次第ではありえるかもしれんな。左舷上部とか甲板の損傷ですが、海域で回収した破片と完全に一致しました。結論から言うと、この船は時空転移まで完全な無傷でした。戦闘による損傷ではないというのか。はい。我々が目撃した現出時の大爆発、あの強大な空間単位のエネルギーそのものが引き起こした結晶です。何者かが意図的に無人非武装の船を強引に時空を超えて送り込んきたとしか考えられません。みんなよくやった。いよいよ入居だぞ。準備に2週間かけたんだ。絶対に成功させるぞ。出現前後のデータを解析した結果、当該海域で局地的な重力波の異常な乱れが確認されました。つまりどこからともなく湧いて出たとでもいうのか。質量7万トンの物体が
時空を超えて転移しきた。非科学的な表現になりますが、タイムスリップ現象が起きたと結論付ける他にありません。バカな、 SF 映画の話をしているんじゃないぞ。番手、こちら探査班。ヤマト監視の破片を確認。本物のヤマトは間違いなくここに沈んでいます。沈んでいる？本物が海底に？どういうことだ？じゃあ今呉のドックに入っているあの巨大戦艦は？分かりません。ヤマトと全く同じ姿をした別の何かとしか。護衛外人、呉から人海戦が入っています。総監か、海底調査の結果が出た。本物のヤマトは沈んでいたぞ。あの船の正体は一体何なんだ？その件ですが、大臣、実は艦内から極秘の書類が回収されました。書類だと？はい。あの船にはヤマトという名前はありません。ご命名書は空欄でした。そして同封されていた引き渡し書にはこう記されていました。この世に生まれるはずのなかった艦番号が。艦番号？一体何と書かれていたんだ？マジで本物なんだな。でかすぎて遠見感が狂うよ。Officially, this is a routine rotation. But our eyes are on Kure. We stay until we identify the true nature of this lost technology Japan has acquired. Sir, the Japanese government is holding an emergency press conference today. The question is, how honest do they intend to be? さあやってきました。このレトロな街並み、風情がありますよね。本当、この伝統的な九造建築、そしてやっぱりこのたこ焼きのいい匂い。外はカリッ、中はとろおいしい。タコもプリプリで最高。本日本艦に関する最終調査結果を報告します。東シナ海坊野岬沖において海底に眠る戦艦大和の現状を再確認いたしました。よって呉にあるこの船は大和ではありません。艦内から発見された図面および諸証拠により、本艦は昭和17年に建造中し解体されたはずの第4番艦、仮称第111号艦であると推定されます。我が国は一切のやましき意図を持っておりません。透明性を証明するため、国連調査団の受け入れを本日正式に決定いたしました。ここには、争いのない未来へこの船を託すという過去の技術者たちの切実な祈りが記されていました。我々はこの船を兵器として再起動させるつもりはありません。人類共通の遺産として、平和のために運用する道を模索します。続いてのニュースです。呉に停泊中の第111号艦について、国連査察団による初期調査の結果が判明しました。艦内からは現代の電子機器が一切発見されず、兵器としての脅威はないと結論付けられました。査察団の報告書によりますと、艦内は完全な1940年代のアナログ機器のみで構成。コンピューターや電子回路は一切確認されませんでした。お前もあっちの世界から来たのか。さらにあっちの世界では損傷の激しい甲板は日本が勝利し、合同チームの解析の結果、大和も武蔵も信濃も、爆発による痕跡であるものの、そしてこいつも完成した。戦闘による爆発ではないことが判明したということです。こいつは国連地空転送の実験で消えた。未知の歴史的遺産をめぐる
国際的な共同調査へと移りつつあります。あの男の言っていたことは本当のことだったんだな。国連のお墨付きが出た以上、あれは未知の脅威ではなく単なる巨大な歴史的漂流物だ。総理の意向としては平和アピールを兼ねて民間向けの一般公開を強行したいとのことです。しかし呉や横須賀のような軍港では刺激が強すぎます。推進がありかつ平和的な地方港を選定します。よし、下校と修復の準備を急がせろ。ですからマガ社の誇る最新の 3D レーザースキャナーと測量技術も使えば甲板の修復に必要なミリ単位の図面を無償でかつ迅速に提供できます。その代わり完全新規金型で111号艦プラモデルを現世界に向けて販売したいので、艦内のモデリングの許可をいただきたいのです。日本の魔系技術の粋集めた最高傑作にします。